皆さんこんにちは。今回はベトナムの京都フエを訪れます。フエではベトナムで最初に世界遺産に登録されたグエン朝王宮を訪れます。今回の移動はこんな感じ。ハジャンからリムジンバスでハノイへ1泊した後、スリーピングバスでフエへ移動します。それではまずハノイに移動します。ハノイ行きはこのリムジンバス、ゲストハウスで手配してもらいました。ベトナムの長距離移動は普通の大型バス、スリーピングバス、リムジンバスと乗りましたが、リムジンバスが一番乗り心地が良くて快適に過ごせます。ハノイのバスターミナルでさらに小型のバンに乗り換え後、宿に着いたのですが、この宿がびっくりするくらい汚い。部屋にいるだけで病気になりそう。要するに何が言いたいかというと、部屋にいたくないのです。そんなわけで昼はホアンキエム湖で散歩したり、水辺でぼーっとしたりして時間を潰し、夜はビアホイに行ったり、道端のバーに行ったりして過ごします。この道端のバーがすごい人混み。上級国民の皆さんはテラス席でゆっくり過ごしています。こんなに近いのにビールのお値段は3倍近く違うのです。バーではハジャンループで同じ宿だった人と嬉しい再会を果たしました。あまりの素敵さに耐えられず2泊予約していた宿は1泊で切り上げ、フエに向かいます。フエ行きのバスは近所のツアー会社で手配しました。途中で雨が降ってきて窓から結露というか雨漏り。雨の日のベトナムのスリーピングバスは真ん中の席に座るのが正解のようでした。いろいろあってたどり着いた今回のお宿はこちら、サニービーホテルさん。広いお部屋には綺麗なベッドに冷蔵庫、バルコニー付きなのもグッドポイント。お水とケトル、お水は言わないとダメだけど毎日もらえます。テーブルと椅子も2脚、バスルームは広くて綺麗。バスタブ付きの予定だったけどなぜか撤去されていたのは残念ポイント。グッドポイントはもう一つ、向かいのレストランの子犬が可愛かったです。フエではずっと雨だったのですが、やっと晴れたのでグエン王宮に観光に行くことにしました。こちらは王宮手前の川なのですが、川が氾濫して建物の1階が埋まっています。見えてきたのはフエのシンボルフラッグタワー。近くで見ると圧巻です。チケットを購入して御門から入場します。個人的にはこの御門が一番のハイライトでした。当時は女人禁制で皇后であっても他の門を通らなくてはならなかったそうです。この御門、中にも入れて金印などの展示がしてありました。見どころの一つ、大和殿は工事中のためどんどん奥に進んでいきます。門をくぐると広い中庭と正面に立派な建物、天中殿が見えてきます。天中殿は今年2月に再建が完了したばかりの絢爛豪華な宮殿です。宮殿の中にも入ることができ、テラスからの景色は最高です。至る所にある無駄に長い廊下も見どころの一つです。こちらは王宮劇場である別瀬堂。1日2回王宮舞踊の公演が行われています。別料金なので私はパスしました。王宮はとにかく広くて全部もあるのに2時間半かかりました。至る所に装飾的な門などがあり、飽きることはありませんでした。ここからフエで通ったお店をご紹介。最初は我らがビアホイ。このお店、ビールの種類がめちゃめちゃ豊富で、しかも安いのです。エントリーナンバー1、フーダ。量は忘れちゃったけど中瓶サイズで約80円。ここフエのビールで地元の人はこのお店じゃなくても大体このフーダを飲んでいました。エントリーナンバー2、ハノイチヌーク。ペットボトル入りで 1.8 リットルだか2リットルだか。お値段は日本円で約180円と激安。ただ私たちには合わずめちゃめちゃ悪酔いしました。エントリーナンバー3、ハノイクワンビン。こちらは2リットルで約330円。ものすごくコップに注ぎづらい形状なのですが、このビールめちゃめちゃ飲みやすい。どこのお店にも置いてあるわけではないので、見かけたらぜひ飲んでみてください。そしてこのお店、お料理も安くて美味しいのです。いつもシリーズ、揚げ豆腐は約180円、空心菜210円、
こちらはお店の女の子おすすめのハスとエビのサラダ480円。ベトナムのエビせんピクチーに乗せていただきます。これね、マジで美味しいの。八幡丼だからちょっとお高めなんだけど、エビがケチケチせずに入っているからコスパがいい。メニューには載っていないお料理だけど Google 翻訳でハスとエビのサラダって言えば通じます。だいたい20万ドン、日本円で1200円前後でビールをたらふく飲んでお腹いっぱいになれるので、このお店おすすめです。2軒目はバインミーオートーさん。地元のお兄ちゃんおすすめのバインミーティットゥヌンという焼肉のバインミー1つ60円。ベトナム語しか通じないし、いつも混んでいるのでオーダーは大変だけどコスパ抜群でおすすめです。次回、雨季のビーチリゾートはダラダラ過ごすの巻。